夏といえばシミの悩み、毛穴や疲れたようなくすみ、その悩み、プチプラで全部解決できるなら解決したくないですか？どうも皆さん、森のニーナです。今回は美容オタクの私がもう本気で惚れ込んでいるこの夏絶対に使ってみてほしいプチプラスキンケア7選紹介していきます。今日紹介するアイテムは全部4000円以下です。36になって40代に向けてプチプラの設定価格をいつもより1000円上げてみました。コスパも肌の仕上がりももう感動レベルすぎたので、ぜひ7つ全部最後までチェックしてみてください。それでは始まります。スタート。まず最初に紹介するアイテムはリッツモイストシー薬用ボディミルクです。ボディケアで美白に特化したようなアイテム少なすぎません？満足のいくものに今まで出会えてこなかったんですよ。これに関しては医薬部外品でトラネキサム酸、ビタミン C 誘導体も入ってて、合成香料も使ってなくて、着色料、鉱物油、パラベンも入ってないボディミルクなんです。しかもね、顔にも一緒に使えちゃうの。最悪サボりたい時はもうこれで全身バーって保湿してカビ乾かして寝るってことができちゃう。どんなアイテムかっていうと、誰汗も霜焼け、ひび、赤切れ、ニキビ予防、油性肌、カミソリ負け、メラニンの生成を抑える、シミ、そばかすを防ぐ、日焼け、雪焼け後のほてり、引き締め、潤い、皮膚を保護、乾燥、改善。まとめると、美白と肌荒れ予防が同時にできちゃうっていう医薬部外品のボディミルク。テクスチャーはこんな感じで、ほら見てください。ゆるい、すごく緩めのミルクです。ほら見て、サラッサラなの。水っぽいジェルみたいな。こんなにスルスルなんですよ。一応公式では、塗ってすぐに服を着ても OK とのこと。で、香りはほのかに柚子っぽいみたいな。柚子から苦味をちょっとだけなくしたような香り。そんなに強く香んないので、匂いが苦手な人でも使いやすいと思います。保湿力に関しては、一見軽いんです。だけど、5時間後とかに触っても、ベタつきはゼロになってるのに、表面は潤ってるの。コスパで言うと、ドラコスに比べたら高いけど、これ1本で美白、肌荒れ、快適な保湿っていうのを賄える。しかも医薬部外品なので、個人的にはかなりコスパはいいと思います。成分で言うと、医薬部外品有効成分としてトラネキサム酸、メラニンの生成を抑えてくれる効果、グリチルリチン酸ジカリウム、肌荒れを予防してくれる。で、生成成分、保湿成分として3種類のビタミン C 誘導体、ビタミンの種類によって得意不得意があって、奥まで浸透させるやつとか、大きいから浸透しづらいんだけど効果が高いものだったり、数種類組み合わせてるっていうのはかなりこの夏心強いなと思います。あとトリプルセラミドと2種類のコラーゲン、これが乾燥とか外的刺激から守る、透明感だったり潤いをキープしてくれるような組み合わせです。実感した効果としては、マジでこれ塗ってから抜けが早い。さらにはしっとりなのにベタつかないっていうところで、お風呂上がりに使うのが億劫じゃなかった。顔も体も透明感を出したい方、紫外線対策や脱毛後の乾燥ケアしたい方にもとってもおすすめです。続いてのアイテムは、私が4年前ぐらいからリピートしてるシートマスク、エリクシールのクリアエフェクトマスク医薬部外品6枚入りの3520円。1枚500円ってプチプラとは言い切れないかもしれないんだけど、毎年夏になるとリピートするくらい大好きなマスクなんですよ。これだったら全然500円安いなって思えているので、この動画に入れました。紫外線浴びた日はもちろん、なんとなく肌がどんよりしてる日とかに使うと、肌全体がちょっとワントーン上がってピンと元気になる感じ。500円で毎回やっぱこれ頼れるなってなるから、私はね、コスパいいと思ってる。どんなアイテムかっていうと、お肌を柔らかくほぐす導入エッセンスと美容液がね、たっぷり入ってるシートマスクの2ステップ仕様になってます。で、美白と保湿を同時にできるアイテム。かつ、医薬部外品。医薬部外品っていうのは、厚生労働省が認めた一定の有効成分がちゃんと入ってますよっていうものです。あとは、くすみ、ごわつき、乾燥が気になる時に使うもの。エッセンスはこんな感じで、ちょっとジェルっぽいテクスチャー。これだけでも塗るとすんごい透明感出るの。なんかエステ行った後みたいな。で、マスクは美容液がたっぷり入っていて、少しザラッとしてるのでずれにくいです。ただ、このマスクの装着した時の見た目が過去一可愛くない。これつけてる状態で人にあんまり見られたくない。ディズニーキャラクターみたいな目元なの面白くないですか？一応目元も覆うことができます。香りはほんのりフローラル系。使用感で言うとエッセンスで柔らかくした後にマス
スクをのせます。10分ぐらい使うんですけど、本当にぐんぐん肌に入っていく感じがあります。使用後はしっかり潤ってる感じです。コスパは1枚あたり580円ぐらい。毎日用のマスクとしてはちょっと高めだけど、スペシャルケアアイテムとして500円ぐらいだったらそんなに高くないのかなって思います。含有成分、医薬部外品なので、有効成分としてトラネキサム酸。これもね、グリチルリチン酸ジカリウム、肌荒れ防止。保湿生成成分としてコラーゲンやクララエキス、あと酵母エキスも入ってます。実感した効果としてくすみや疲れ感が肌に現れてる時にも均一になるような仕上がり。紫外線をたくさん浴びてしまった日にこれを使うととっても安心。冷感成分っていうのが入ってるらしくて、敏感肌の人は念のためちょっと最初短時間で試すのがおすすめらしいです。こちらは日差しをたくさん浴びた日にごわつき、くすみ、乾燥全部が重なってる時のリセットケアとしてよかったら試してみてください。続いてのアイテムはセリマックスのフォアブライトニングシミケアセラム 30ml で3520円。私的にはセリマックスといえばノニ緑のトナーとセラムを私は人づてに聞いてずっと試して使ってたんですけど、革命的だったの、そのノニトナーとセラムが。そんなセリマックスのブライトニングライン、この夏美容液でメラニンケアできる美容液をね探してる方にはね、もうぜひこれおすすめしたいです。こちらは毛穴ケアと美白両方に特化した美容液です。夏の敵ってシミくすみだけじゃなく毛穴だと思いません？これはメラニンの蓄積で黒ずんだ毛穴もケアができるっていうアイテムなんですよ。それを見かけて使い始めました。テクスチャーはとろーっとしています。ひんやりとしたジェル状でスーッとお肌に馴染みます。塗ってる時の感触がもうめちゃくちゃ滑らかなんですよ。匂いはね、ほぼ何もしない。塗った直後はね、かなりね、ツヤ感が出ます。時間が経つと、触るとちょっとしっとりしてるな、みたいな感じに変わるので、夏でも使いやすいです。メイク前とかにもすごく使いやすかったです。コスパで言うと 30ml で3520円。で、1プッシュから2プッシュを推奨されてるんですね、顔全体で。1本で 1.5 ヶ月から2ヶ月分。もう先に言っておくと、この成分でこの値段だったらマジでコスパいいです。含有成分はメラニンの生成を抑制してくれるトラネキサム酸が 3%、 メラニンの分解をサポートしてくれるメラゼロ V2 っていうのが 1%、 あとメラニンの移動をブロックしてくれる、これめっちゃ大事、シミ対策に。あと毛穴張りケアをしてくれるナイアシンアミドが 5% も入ってます。しばらく使ってみた感想、私まだこれ新参者というか2ヶ月くらいしか使っていないんですけど、この短期間だけだと毛穴の引き締まりまではわからなかった。だけど毛穴のくすみは落ち着いてきた。ネットに書いてあったんですけど、すでにあるシミに対してもアプローチができるらしいので、私で言うとメラニンの蓄積で黒ずんでしまった毛穴がケアできていたのかも。ただ注意なんですけど、使っていてちゃんと効果発揮されてる感じがあるから、併用するスキンケアの濃度が高い場合は注意した方がいいかも。ナイアシンアミドがすでに 5% 入ってるから、あれこれ他のやつをあんま一緒に使わなくていいかも。あとはトーンアップとか色ムラの改善っていうのはすごく体感できました。夏のお出かけ前、朝のスキンケアにも最適。シミ、毛穴、色ムラが気になる20代30代の方に推奨してるみたい。あと美白毛穴だけじゃなく張り感を重視したい方にぴったりなケアアイテムです。続いてのアイテムはこちらのクリームバージョン。セラムが良かったのでライン使いしてみたいなと思ってクリームも一緒に使ってます。こちらもシミ、色ムラ、毛穴、あとね小じわのケアが同時にできる医薬部外品級の高機能クリームです。でテクスチャーで言うとこんな感じです。スルスル伸びます。クリームにしては結構軽めですね、伸び具合的に。でもしっとり感で言うとクリームらしい高保湿さがあります。ただそのメイク前に使いづらいほどのベタつきはないです。個人的にこのチューブタイプっていうところも衛生的だなと思いました。匂いもねほぼない。ほぼってかない。めちゃくちゃ肌がね、柔らかくなるんですよ。で、表面もサラッとするので、伸びがいいから、首のマッサージとしても使っちゃったりします。コスパで言うと、朝晩のケアで 1.5 ヶ月から2ヶ月。成分の濃度を考えると、機能性クリームとしてはかなりコスパいいと思います。成分はほぼ一緒なんですけど、濃度が違う。ナイアシンアミド 5% なのは一緒。トラネキサム酸は、セラムは 3%、こっちは 5% なので 2% 多い。メラゼロ V2 も 1%。こっち
ちはね、セラミド NP が 0.1% 入っているので、こっちの方が少し美白効果が高いのと保湿効果も高い。夏の紫外線によって生成されたメラニンをケアします。実感した効果、セラムとライン使いしてたので単体での効果っていうのははっきりはわからないんですけど、クリームは結構たっぷり首に塗ってたんですね。で、なんか首のくすみまでちょっとほんのり明るくなってきた気がします。シミ、毛穴、色ムラを同時にケアしたい方、美白、ハリケアを1本で済ませたい方にとってもおすすめなクリームでした。で、違いを話すると、質感と保湿力とちょっとの差の成分濃度です。こっちは軽め、季節問わず使い回しやすい。クリームはよりしっとり、保湿力高めです。今日の動画はこのセリマックスとコラボしているんですけど、7月30日までセリマックスの公式オンラインショップでこの2つをね、お得に買えるので、概要欄にリンクがあるのでよかったら見てみてください。続いてのアイテムは、もう見飽きたよって思うかもしれませんよね。私の昔からの視聴者さんは。そう、6年ぐらいですよ。夏に化粧水で透明感ケアをしっかりやりたいなって時に思い出すのがやっぱりこれ。敏感肌向けのブランドで美白ケアできるものって少ないですよね。肌が揺らぎやすい夏のスキンケアにやっぱりね、頼りたくなる存在です。どんなアイテムかっていうと、シミそばかすを防いでくれる医薬部外品処方。有効成分としてこちらもね、トラネキサム酸、グリチルリチン酸。もうさ、夏って言ったらもうこの2つは結構マストなんですよね。美白と肌荒れケア両方できる。あとね、パラベン、アルコールフリー、無香料、無着色なので低刺激。液体は透明で、質感はややとろみのある化粧水ですね。肌当たりは柔らかいんですけど、重ね付けすると重たいんですよ。もう1回でも十分しっとりします。匂いは無。なんか塗ったかわからないぐらい何も感じない。公式だと4290円なんですけど、Amazon で私は3600円ぐらいで買ってます。毎日使うんだったら1ヶ月くらいでなくなります。夏はね、お肌をシミ対策のために冷やすのが大事なので、冷蔵庫に入れちゃってもいいと思う。冷蔵庫に入れて、コットンでベシャバシャバシャってパックしちゃってもいいと思います。で、成分としては、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム、あと保湿成分として、トレハロースヒアルロン酸、酸差し、割れもこう、オトリコソウエキス、あんまり聞いたことないけど、そんな感じの成分が入ってます。無香料、無着色、弱酸性、パラベン、アルコールフリーです。実感した効果話すの今更なんですけど、マジでワントーン上がるの。化粧水でここまでくすみ感が晴れたり、透明感を感じることってなかなかない。ただ、保湿力1回で十分だよって言ってる割には、重ね付けした方が透明感とか効果はより感じるから、紫外線を浴びすぎた時とかは、いい美容液プラスアルファ、これを結構重ね付けして寝るのが私の安心ケア。あとね、揺らぎやすい季節でもすごく使いやすかった。続いてのアイテムは、ナンバーズイン5番白玉グルタチオン C アロママッサージクレンジング。150ml で2900円前後です。グルタチオン系のクレンジングがあるなんて思ってなかったから探したこともなかったんですよ。成分目的で買ったんですけど、使った後のお肌のふわふわ感に感動しました。どんなアイテムかっていうと、温感オイルクレンジング、グルタチオン、ビタミン C 誘導体、ナイアシンアミド、柑橘ラベンダー系のアロマです。テクスチャーはこんな感じ。オイルよりも重くなくて、ジェルよりもしっとりする感じ。香りは柑橘とちょっとハーブっぽい感じ。で、使用感で言うと、洗浄力が結構マイルドめなんですね。口コミだと洗浄力少ないっていう声もあるんですけど、丁寧にこれ使うとちゃんとね、メイク落ちるんですよ。で、乾いた肌に1分半ぐらいくるくるやって、水で乳化して洗い流すと、はい、こんな感じ。しっかりメイクも落ちます。ふわふわだし、ツルツルだし、しっとり仕上がるんですよ。乾燥をあまり恐れすぎず、丁寧にやるのが結構コツです。成分で言うと、グルタチオン、肌のくすみを整えて透明感アップ。あと、ビタミン C も入ってて、メラニンケア、明るさアップ。ナイアシンアミド、毛穴、張り、色ムラを整える。ラベンダー、ローズマリー、柑橘。オイルでは、ホホバ、オリーブ、ひまわり。これはね、グルタチオンだからかな。キメが整う。めっちゃ。美白真っ白になるわけじゃないんだけど、本当に使うとキメが整うんです。なんでこの夏のアイテムとして紹介してるかって、美白成分こんなにもいっぱい入ってるクレンジングないので、スキンケアのもう始まりから最後まで完璧にしたいっていう方にとってもおすすめなクレンジングです。成分目的なんだけど、使用感だったり、肌の仕上がりも個人的にはすごく理想的だったので、おすすめです。あとなんか日焼け止めしか塗らないみたいな日も結構あると思うんですよ。だから洗浄力がそこまで強くなくていい。もう肌に優しめに落としたいっていう時にも使いやすい。あとはくすみ皮脂、毛穴詰まりが気になる時、オイルクレンジングの突っ張りや乾燥が心配な人にも使いやすい
クレンジングでした。続いてのアイテムはこちらです。フィスホワイトフェイスマスク。同じ企画でまたシートマスクと思われるかもしれないんですけど、こっちはデイリー用、医薬部外品、ちゃんと有効成分が入ってるのすごくない？どんなアイテムかっていうと、ビタミン C 誘導体と抗炎症成分ダブルで入っていて、紫外線によるくすみ、肌荒れが気になる時に肌を整えてくれるマスク。シートはやや薄めだけど柔らかくて肌にしっかりフィットしてくれます。美容液の質感は水っぽくて結構軽めです。液だれはね割としにくいので使いやすいです。香りはフローラル系で結構軽めなので朝でも夜でも使いやすいです。この価格で医薬部外品ビタミン C 誘導体入りなのがマジでコスパいい。成分で言うとビタミン C 誘導体と肌荒れ防止に効果のあるグリチルリチン酸 2K、 あとはヒアルロン酸とか保湿成分が入ってるのと、アルコールパラベン香料フリー。容器はジップロックみたいなやつがついてます。なんとなく1ヶ月用だと衛生面が気になるので私は冷蔵庫で保管してます。これに関しては 2,3 日使った程度じゃそこまですぐに変化は感じない。だけど有効成分も入ってるからか肌トラブルを増えない安心感っていうのは使っててありました。暑い日が続くともうどうしても肌がごわついたりキメが荒くなったりくすんだりとかあるんだけど、最低限もうお風呂上がりにこれ使っておけば肌の調子は安定しやすい。なんかビタミン C 系って結構ピリつきが気になる方多いと思うんですけど、そこまで濃度も高くないので、その分効果も緩やかなんですけど、少しずつでもいいのでその日浴びた紫外線ケアしたいっていう時は結構使いやすい。紫外線や汗による肌荒れ、くすみを予防したい人、軽めの使用感で美白ケアを習慣化したい人、ルーティンの中で緩やかに肌を整えたいっていう人におすすめです。ということで今回は美容オタクの私が惚れた夏にぴったりなプチプラスキンケア7選でした。動画の中で結構自分の悩みとかも要所要所話しちゃったんですけど、私と同じような悩みがある方のヒントにねちょっとでも慣れていたら嬉しいです。プチプラって手には取りやすいけど正直本当に効くのかなって半信半疑なところもあると思うんですね。特に我々世代は。だっていっぱい経験してるじゃないですか。買い物で失敗したり、使って意味なかったな、安いけど無駄金になったなとか。でも今回紹介したアイテムたちは私的に本当に価格以上の手応えがあって、ちゃんと肌が調子いいなって思える日を増やしてくれたものばかりなので、ぜひね試してみてほしいです。スキンケアって本当に数回で劇的に変わるってものないけど、やっぱ日々の積み重ねで変わるものなので、こういう続けやすい価格帯で効果も感じられるアイテムに出会えると心強いと思うので、本当に試してほしい。今日はね長年愛用したものから数ヶ月初めて出会っていいなと思えたものまで、今の私がプチプラ界の中でベストだと思うものをしっかり厳選しました。エンディングになると急にダダしゃべりする私を今後ともよろしくお願いします。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。You must be blinded by the lights. We came to shine here.